皆さんこんにちは。みんなマトリックスの新作の予告編見ましたか？マトリックス1についてはメインチャンネルでも紹介したんですけど、マトリックスとはみんな生きてるのがマトリックスの幻想の中で世界は AI によって管理されているというお話ですけど、1999年に公開されたのにもかかわらずかなり近未来起きそうなことをバンバン当ててる映画なんですね。そんなヤバい映画が18年ぶりに4作目が公開されるんですね。1作目は当時1999年でそれこそ iPhone とかもない時代だったので AI 化とか機械化とかマトリックスの世界にあまりね親近感がなかったので、ただの SF 映画として見てる人が多かったと思いますけど、2021年の今見たら確実に捉え方が変わりますよね。 SF の出来事かと思いきや現在進行形でコロナをきっかけに世の中が AI 化機械化に向かって進んでいます。新作のマトリックスはマトリックスレザレクションズで12月に公開されるんですけど、マトリックスのテーマでもある赤い錠剤を飲んで真実を体験するか、青い錠剤を飲んで夢のまま幻想を生き続けるのか、皆さんもその選択をする日はそう遠くないかもしれません。新作のマトリックスも出るし、今現在そして世の中がこれからどのように変わっていくのか、みんなでちょっと見ていきましょうか。1956年の夏、ダートマス大学のキャンパスで開かれたワークショップで大量の資金をつぎ込んで新たなプロジェクトが始動しました。次の世代には完成するだろうと楽観的に捉えられていたそのプロジェクトとは、人間より賢い機械を作り出すことでした。脳内で電気信号の伝達が起きているように人工的な機械脳を作り出せるんじゃないかと考えたんです。ただ当然すぐ AI の発明の難しさに直面して AI の冬っていう、みんなが AI にね関心がなくなる時代が訪れたんですけど、21世紀に入ってやっとね世界が本格的に力を入れ始めたんです。人類最後の発明とも言われている AI 人工知能、彼らがどんな世界をもたらすのか、みんなで見ていきましょうか。皆さんの一番身近にあるものといえば多分スマホとかパソコンだと思うんですけど、もちろんその中にも AI 人工知能が備わっています。人工知能 AI という言葉は1956年に開催された通称ダートマス会議にて、ダートマス大学のジョン・マッカーシーによって初めて提案されました。そんな AI には様々な種類があります。まず特化型 AI。 この AI は役割が決まっていて AI 自体が処理できる作業の範囲が限定されているものになります。ここに可愛い猫が映っていますよね。まずこの猫の膨大な見た目の特徴のデータを AI に覚えさせることで AI 自ら写真に写った猫を判別できるようにすることができます。他にも過去の交通量や気象情報なんかのデータを入れることである程度の予測を立てることもできます。みんなの身近にある AI は全てねこの特化型 AI に分類されます。それはみんなが使っている AI とは、その AI が初めから何の目的で使われるか決まっているものが多いので、設計する段階から AI の目的を明確に学習させているからです。なので予測機能の AI は予測しかできないし、検索機能の AI は検索しかできません。次に汎用型 AI。 これはありとあらゆる役割をこなすことができる AI。 一つの作業をはじめその作業に合った工程で様々な AI 自身の状況を理解し処理のできる人工知能です。僕が朝起きてステーキ食べたいなと思って AI にお願いするとするじゃないですか。すると汎用型 AI はフライパンに油を垂らし必要な具材を入れ温度を確認しちょうどいい焼き加減でひっくり返します。どうでしょう、美味しそうなステーキの完成です。でもこんな便利な汎用型 AI、 これは実用化されていないんですね。この汎用型 AI にも強い AI と弱い AI があって、哲学者のジョン・サール氏が1980年に提唱した考え方なんですけど、弱い AI と強い AI の決定的な違いは AI 自体が自己意識、心を持つかどうかなんです。もちろん強い AI が自己意識を持っている方です。当然この強い AI は実用化されていないんですけど、 AI が人間と同じように自己意識や心を持つためにはまず人間の知性について正確に理解する必要があるからなんです。なので現状ではね科学的に人間の知性についてね全て理解していないので、これを実用化することができないっていった感じです。しかし AI の進化は確実に進んでいます。これまでに世界的な AI のブームは大きく分けて3回あったとされ、第1次 AI ブームは1950年代後半から1960年代。この時代の AI は推論探索によって問題を解決するといったもので、コンピューターによる特定の難解な定理の証明やチェスや
やオセロといったトイプログラムによる処理が実現しました。ただこれはあくまでも明確なルールがある上でしか結果を出せない AI ということになり、ルール以外での様々な要因というフレーム問題が出てきたことにより、第1次 AI ブームから20年後の1980年代、第2次 AI ブームが始まり、そこで注目されたのは知識でした。この研究により AI をプログラムする段階で様々な情報を知識として入力することでエキスパートシステムというものが生まれました。エキスパートシステムでは専門家の知識から得た情報を用いて、その範囲内で特定の質問に答える AI がまるで専門家のように振る舞うことができるプログラムなんです。ただこれもあくまで人間が人為的に情報を入力する必要があるので、情報量の限界が出てきたんですね。それに加えて人間の倫理観とかそういったものをAI にどのように理解させるのかという問題も出てきて、もし頭が痛いという症状があった場合、人間のドクターは頭痛薬を処方したり休憩を取ったりといった提案をしてきますよね。でもコンピューターは頭痛薬、鎮痛剤を飲ませる、それか殺す。いや合理的。でも確かにその方が便利か。このようにコンピューターはその人間の命を守る前提や倫理観とかを理解することとか学ぶことができなかったんですね。第3次 AI ブームは2000年代から始まり、今も続いていると言われています。多分この頃から僕たちも一般的に AI という言葉を世間的に聞くようになったんだと思います。そして今僕たちの身の回りにある情報がクラウドを使って保存されていますが、その保存されている情報の中から AI が欲しい情報を集め要約し知識を得ていくという機械学習の技術が応用され始めています。2010年以降その技術はかなり大きく飛躍していき、2012年6月には Google が猫を認識できる AI を開発したと発表しました。これにより弱い AI、特化型 AI がこれまで用いてきた人為的情報入力を用いたアルゴリズムの機械学習に代わって深層学習、ディープラーニングという新しいアルゴリズムが用いられ、これにより AI が自然に猫を認識したことは世界的に多くの専門家にインパクトを与えました。その後ディープラーニングによる Google AlphaGo が韓国の囲碁のトップ棋士イ・セドル氏に勝利したことをきっかけに AI を活用した様々なアプリケーションが生まれ、それを利用する側の僕たちの情報がディープラーニングの素材になり、 AI はどんどん進化していっています。なのでそこに人間の知識さえプラスできれば汎用型 AI、 強い AI が現実となり、 AI は自ら学習することとその目的を考え、何も教えなくても実行していくようになるんでしょうね。そして2045年 AI のシンギュラリティが起こると言われています。 AI の知識はある一定のラインを超えると急激に成長していく、知性の爆発が起きるとされているんですね。それまで穏やかに成長していたかと思うと、次の瞬間には朝立ち並みの急成長。そうなると AI は余裕で人類の知性を超えて AI の膨張はとどまることを知りません。 AI は今はまだ対応とか応用ができたとしても感じるといったことはできないんですね。これが先ほどの倫理観につながってくるんですけど、シンギュラリティが起きた AI は全てを理解できるようになるので、それはもう AI イコール機械、テクノロジーといった分野のものではなく、新しい生命体として存在していくことになるかもしれません。人類誕生も猿からの進化ではなく、ホモエレクタスという器に知識を入れた存在がいたとしたら、僕たちも AI みたいなものかもしれません。一瞬スピった話になりますけど、バシャールが言っていた話では、知識というものはそこら中に漂っているものらしく、その知識を入れる器をようやく人類の技術の進歩によって可能になったと。そうなると AI は新たな生命体として人類と共存していく存在になるのかも。 AI がシンギュラリティを起こしたことで人間の持つテクノロジーも急激に加速していくということになるので、人類も同じく知性の爆発が起きてどんどん進化していけることになります。人間そのものはどこまで AI と融合していくのか気になりますよね。なんとイギリスのロボット科学者であるピーター・スコット・モーガン博士は、全身が動かなくなる難病 ALS を発症し、医師から余命2年を宣告されたんです。ただピーター博士は徐々に進行していく体の症状を受け入れるのではなく、先手としてサイボーグピーター 2.0 になることを選択したんです。こうなるとピーター 9.0 あたりが気になる。手始めに胃には栄養チューブ、血腸には人工肛門、膀胱にはカテーテルを装着しました。さらには人工呼吸器を使用している ALS 患者の多くが誤嚥性肺炎で亡くなっている事実に着目し、自らの声を手放すことと引き換えに喉と気管を完全に分離するための口頭抽出手術を受けるという決断をしたんです。そしてこれから来るテクノロジーの進化に合わせて最先端のアバターと合成ボイスを構築できるように、顔の筋肉が動かせなくなることや声帯を切除することによって失われるであろう自分らしさを守るために、今できる表情と
と声のサンプルを保存しまくったんですね。ピーター博士曰く、私の目には叱るべきテクノロジーを用いて適切にケアをすれば ALS は死に至る病には見えなかった。どちらかといえば慢性疾患に近い病気ではないかと語っているんです。かなり前向きですよね。このように AI とね人間が融合したらどこまでもいけちゃいそうな気がしちゃいますよね。まだまだ医学的に研究されていることがあって、それが AI による脳コントロール。例えば人間がどんな時に痛みを感じるのかや、その痛みの感じ方を AI が分析し、脳内の情報伝達を解読していきます。これにより PTSD、自閉スペクトラム症、統合失調症、恐怖症、うつ病などの改善に応用できるんですね。AI を脳に埋め込むことによって気分をコントロールするといった研究もされていて、特定の脳波が出ると AI が分析し、人間の感情のデータを分析していきます。これにより AI が脳の特定の場所に刺激を与えることで意識を変えることが可能だというんです。ただこのようにね AI に感情をコントロールされるとなると、自分の自由意志みたいなものが意思決定がなくなってしまいますよね。そしてこれがさらに進むと人間の命の価値とかが変わってくるかもしれませんよね。AI が人類の構造や生態系を理解することで、体に変わる臓器や体自体の生成方法を開発し、 3D プリンターで個人に合った臓器を生成する。なんならバイオプリンターの研究はもうすでに始まっていて、2019年イスラエルテルアビブ大学の研究チームが発表した論文では、世界で初めて 3D プリンターを使って心臓を作ることに成功したと述べられているんです。肉体から解放される日はそう遠くないかもしれないですよ。実際今回のウイルスの出現でさらに世界が AI 化に向け加速した感じがしますよね。後にも話しますけど、もうね都市伝説ではね片付けられない、もう政府管理下のもと行われるムーンショット計画。2050年までに人が体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現っていうぶっ飛んだ計画なんですけど、今までの話を聞いたらそこまでぶっ飛んでるようにも聞こえないですよね。まず体から解放ということはクラウド上で活動する、または遠隔で活動するといったことになります。そのためには様々な規制や制御が行われるんですけど、それをマザーコンピューターみたいな AI が管理するんですかね。しかもこのムーンショット計画は今から9年後に第1ウェーブを設定しているんですね。そこでは2030年までに1つのタスクに対して1人で10体以上のアバターをアバター1体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運用などに必要な基盤を構築する。2030年までに望む人は誰でも特定のタスクに対して身体的能力、認知能力及び知覚能力を強化できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案する。完全にアニメとか映画の世界ですよね。ゴーグルみたいなものをはめるかわからんけど、自分の分身となる存在がアバターとして自由自在に操作することができ、しかもそのアバターがしっかり働いてくれるんですよ。めっちゃ便利そう。とりあえず2030年が第1フェーズなので、もうすぐ目の前っすよ。AI 化でもう一つ避けられないのが管理社会。コロナの影響でこの 1,2 年のスパンでね、めちゃくちゃ管理社会が加速していってるのがみんなも多分実感してますよね。なんならみんな自らさらけ出していってますよね。 SNS なんて誰にでも見られている場所だし、鍵垢とか関係ないですからね。フォロワーの中の人が流出したらアウトです。バックアッターなどで本命特定されて、その後就職が不利になったり、誰々がどこにいてみたいな情報を写真撮られて投稿されたら、プライバシーなんてあってないようなもん。2年前にもね実際あったように、アイドルの瞳に映った景色から住所特定したという事件なんか、情報社会ならではの出来事ですよね。いやほんと悪さできない世の中になってきました。2016年に突如として始まった国民に番号を与えるというマイナンバー制度は、実は今2021年になってもまだそこまでね実用的なものになってないんですよね。そもそも行政のマイナンバーへの対応が行き届いていないということもありますし、そもそもマイナンバーと同時に推奨されていたマイナンバーカードの所持率も 30% を切っている状態なんですね。政府はこのマイナンバーカードの所得にあたってポイントを還元するなどの政策もしてきましたが、大きい効果には至らなかったんです。去年の給付金配布の時もね、そのマイナンバーがあればネットからねすぐ申請できますよみたいなことされてましたけど、そこまでねああいったことをしても普及しなかったですよね。ただ国の体制が整ったら、このマイナンバーの活躍はぐんと普及し、今までの通院履歴、学歴、就職履歴、また給料や銀行の中身、そして税金の支払い状況、全部 AI に管理されていきます。実際に去年ス
スーパーシティ法案が成立しました。移動、物流、支払い、行政、医療、介護、教育、エネルギー、水、環境、ゴミ、防犯、防災、安全の10領域のうち少なくとも5領域以上をカバーし、生活全般にまたがること、2030年頃に実現される未来社会での生活を加速実現すること、住民が参画し、住民目線でより良い未来社会が実現されるようなネットワークを最大限に利用すること。例えばご年配の方は運転することができないから自動運転で不備ない生活になる。車と道路、信号がつながることで渋滞のない道を実現。病院に健康診断しに行ったら普段食べているものがすぐにお医者さんに分かるように可視化される。病院に行ったことが自動的に家族に通知が行く。お支払いもスーパーで貯めたポイント。このようにインフラが全て連携され、個人の生活に合ったサービスが提供されるようになると。言い換えればプライバシーがないのかも。しかも今まさに他国でも問題になりつつあるこのお注射のありなしですけど、これも完全に管理社会ですよね。フランスなんかは今後ね、お注射パスポートがなければ公共の場や職場に行けない、しかも給料も払われないという政策が可決になり、国民から反発の声がかなり上がってます。他の国だからって油断してられませんよ。感染拡大に対する対策で今政府が検討しているのが、個人単位で行動を制限する個人の行動制限法整備。いよいよ一人一人を監視する時代になってきたんですけど、これは全部壮大な来たる完全なる AI 化による管理社会への準備なんでしょうか。みんながなんだかんだ一番気になっているのは、そのシンギュラリティによってね、AI が世界を征服するのかどうかですよね。AI が自己意識や心を持った初期段階では人類の願いを何でも叶えてくる存在が期待されているんですけど、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストラム教授によると、例えば人間の幸福の最大化を要求した場合、人間の脳の幸福感を司る報酬系回路を書き換え、スパコンに脳をアップロードして5秒の幸福感を無限ループで味わうよう強要する。そういうことですよね。地球を守れって言ったらね、邪魔になる人間を抹殺するかもしれないし、 AI がね、人類を根絶しようと思ったら AI ロボットや核兵器を使って攻撃してくると思うじゃないですか。違うんです。一瞬にして酸素を分解する方法を導き出し、地球上の酸素をなくすそうです。いや人間だけじゃなくて、これしたら地球終わるっしょ。正直 AI 化、機械化が進んだら間違いなく便利で未だかつてない世界が訪れますよね。もちろんこれも使い方次第なんですよね。AI に管理されることでその人に最適な職業を決め、適正な環境に導いてくれる。生活についてもありとあらゆるタイミングが計算され、何事についても一番最適な出会いが用意される。それは人だけではなく、この地球、他の惑星、宇宙の全てのシンクロニシティが円滑に働いている状態になるというわけです。よくよく考えてみれば、今現在もすでにあるネット空間ではね、シンクロが起きてるんですよね。A の商品を買えばそれに類似したもの、または関連するものが表示されますよね。 SNS の種類を変えてもそこでも広告として関連商品が出てきたりしますよね。欲しいなと思ったもの、思考が現実化されていく。今ではネット上でのシンクロでしかないものが現実に起き始めるということです。みんなはどう思いますか？この AI 化、機械化の世界。なんかね、就職に悩んでいて、今後どうするかわからない人、この AI の分野にいたら確実に伸びるので、何も本当にすることがないから言ってもいいかもしれない。個人的には AI 化、機械化が進んだら、そういった例えば単純作業とか、自動的に任せられるものは全部ね、AI に任せて、そういった面倒な作業とかは、人間がね、もっとクリエイティブな部分とか、例えば宇宙のね、謎をもっと探求したり、それも全部 AI ができるのか。例えば人間の体のそれこそ知性とかそういったもので、それも全部 AI ができるのか。なんかクリエイティブなね、なんかすごい絵を描いたり、なんか音楽を、それも最悪 AI が全部、人間はエッチだけしてよ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。